こんにちは、エリサマリアです。今回の動画でルームツアーをして部屋を紹介したいと思います。私のアパートは他の動画でも見たことがあると思うんですけど、今日はもっと詳しく紹介していこうと思います。今のアパートに引っ越したのは11月に3年間になるんですけど、空港の近くにあって電車でヘルシンキまで30分くらいでも行けるからとてもいいところにあります。大きさは34平方メートルで家賃は750ユーロくらいなんですけど、ちょっと高い方かもしれないんですけど、3年間くらい前作られたビルだから新しくてとてもいいアパートになってます。一人暮らしのフィンランド人のチャニオタのアパートはどんな感じかって知りたいなら続きも見てください。はい、始まりましょう。とりあえず入るとこんな感じです。最初は左側にこの洗面所のドアがあります。洗面所に入るとこんな感じです。ここは洗濯機で、ここにメイクとかブラシが置いてあります。そしてここはスキンケアとかそういうものが置いてあります。香水はこれが一番好きですね。ビヨンセのヒートラッシュ。とてもいい匂いです。一番気に入りです。マリメッコのタオルで、ここにパジャマが置いてあります。そしてこのシャワーなんですけど、ここには面白い話があります。ここではもともとシャワーカーテンとか入れることができなくて、このクラスのドアだけがあって、使わない時はこうやってできるんですけど、ここから狭いからカーテンは必要ですよね。これがお父さんが考えてた作戦です。こうやってこれが動えなくなって、シャワーカーテンは普通につけます。玄関にはあんまり何もないですね。白ばっかりでちょっとつまんないんですけど、ここに小さいテーブルを入れて、そこに鍵とかサングラスとか出かける時のものを置きたいんですけど、こんなに細いテーブルはまだ見つけてないです。右にはこの3つの押し入れがあって、ここは掃除するものを置いてあって、それは面白くないんで、ここはジャケットとかパーカーみたいなもの、ちょっと厚い服があります。一応クローゼットスペースはこれしかないから、ここには全部服入れないですね。普通に女の子の服は入れないですね。ここだけ。例えば夏の時は冬だけの服は下の階にあるストレッチスペースに持っていくんですけど、ちょっとめんどくさいですねこれはちょっと問題です。この上にもちょっとスペースがあるんですけど、私ちっちゃいから高すぎます。あまり使わないものは入れてます。ここは台所ですね。冷蔵庫には今あんまり何もないです。あさってスーパーに行ってきます。台所はちょっとシナモンロールを作る動画でも紹介してたんですけど、その動画でも言ったように、このアパートは好きなんですけど、台所だけはちょっとちっちゃすぎて、こうやって置くところがあんまりなくて、何が作りたい時はこれしかないし、ここはストーブでいつも使ってるオーブンです。で、この方はこんな感じです。ここは小さい食器洗い機があって、このサイズでは一人暮らしでとても便利ですね。実はこういう玄関から入ってすぐ台所があるアパートはフィンランドではあまり見ない気がします。日本に住んでた時のアパートはこんな感じだったんですけど、フィンランドでこんなのを見たのはこのアパートは初めてでした。次はここは出かける時のものが置いてあります。サングラスとか鍵とかヘッドフォンとかそういうのがあって、の鍵の怠け者かわいいですね。そしてここは一番好きなアイドル5名様です。一番大きい写真はもちろん世界一大好きな山田涼介で、こっちは中山優馬くんで、
ニュースのマス、セクシーゾーンの勝利くんで、こっちはチャンプの知念くんで、俳優の神木隆之介です。そしてテキストは歌詞とかそういう、例えばこれはチャンプの愛してるという曲に出てる歌詞で、これは山田のチャンプペーパー、日記みたいなものに書いてあったものなんですけど、今日もみんな仕事に学校行ってらっしゃい、山田が応援してるぞ、頑張れって書いてあるから、出かけるときはいつもこれ見ると頑張れるようになります。ここはムーミンの中で一番好きなキャラクター、モランです。次はこの鏡がとてもお気に入りです。こうやって床に置いてあります。ここは IKEA で買った普通の白い本棚なんですけど、ここにはいろいろな気に入り物が置いてあります。ここは神木隆之介の写真集で、ここはまた山田の写真でかっこいいです。これは友達と作った映画の本です。映画を作るのは昔からの趣味なので、これは2016年に作ったサスペンス映画です。ここはとりあえずソーメンリンナで撮った親の写真で、大好きな本の3冊で、ここは大好きなフィンランドのアーティストアンテ・トイスコの辞典でサインがある写真です。ここは本が置いてあって、多分一番好きな本は華麗なるガツビーです。図書館に行くのは多いから本はあんまり買わないんですけど、もっと買いたいです。これは自分で作りました。他の人をフォローするだけじゃなくて自分で考えてくださいということです。そしてここは好きな映画の DVD が置いてあって、日本の映画もありますね。告白とかバトルロイヤルとかがあるんですけど、いつも Netflix とか Disney プラスばっかり見てるから DVD も買わなくなりましたね。ここはまたちょっと適当で、本とかこういう綺麗なボックスがあって、ここは絵を描く時のペンとかそういうのがあります。次はここのコーナーで時計で、これは自分で描いた怠け者の絵です。怠け者が大好きなのでこういうのを描きました。ここはドアがあるんですけど、実はバルコニーがなくて、ただそういう小さいちょっとだけ外に出てるバルコニーという感じですね。リビングはこんな感じです。ここはとりあえず大好きなソファです。机はこんな感じです。ここはパソコンがあって、モランのコースターで、これはすごく可愛いんですけど、ここは絵を描く時のための消し込みですこれは可愛いから買ったんですけど、あまり何も入ってません。これはムードボードです。自分の好きな写真とか文章を集めて作りました。このコーナーはちょっと適当で、ここに図書館から借りてある本置いてあるんですけど、ちょっと多すぎますね。これ全部読めないんですね。そしてここはテレビです。ソファから見るテレビはこんな感じです。いつもここ座ってテレビ見てます。このソファやっぱり大好きです。このソファでとてもいい昼寝もできます。はい、続きましょう実はこれは IKEA のものじゃないんですけど、同じように自分で建てられないといけないもので、ここでは実はこういうシステムがあって、押すだけで出てくるみたいな感じで、これは便利ですね。ここはチャンプのお気に入りのポスターで、ここでは自分で作ったポスターなんですけど、2つありますね。これとこれで、とりあえずここに詩が書いてあります。あなたのことを思ってるたびに花1枚をもらったら、その花を集めた庭で永遠に歩けるでしょう。ここはまたチャンプの夜
ーソングというシングルの写真ボードみたいのがあるんですけど、ちょっと置くところがないから一応ここに置いてあります。そして次は部屋の中で一番好きなところ、この本棚です。最初はこの本棚の上にこういうライトボックスがあって、こうやってライトアップできます。私は結構完璧主義なタイプで、自分に対しては厳しくてあんまり自信がないんですけど、この意味は私はこのままでいいということですね。だからいつもこれ見て頭に入ってくるようになれたらいいことだと思います。この本棚はお父さんが作ってくれたもので、チャンプの CD やグッズが置いてあります。とりあえずここは CD、シングルとアルバムがあって、でもちょっともうスペースないから新しいシングルはここに置いてあります。ここに全部入れないので、ここはとりあえず山田が出演している映画で、ここにスマップのクラムジーが置いてある理由は、実は山田はその日本バージョンの声優やってたから、クラムジー役の。なのでクラムジーのぬいぐるみも置いてあります。そしてここは山田のソロシングルで、この写真はすごい好きですね。この髪型、顔が見える髪型が大好きです。そしてここはチャンプのコンサート DVD で、これは実はペンライトです。すごくかっこいいんですね。こういう色があります。とても気に入ってるものなので、ここに置いてあります。そしてここは写真ですね。ジャニーズショップで買った写真とか。ここは NYC の CD で中山優馬のジングルも置いてあります。次はこちらはいろいろなコンサートパンフレットとか映画のパンフレット。例えばこれは山田の記憶やという映画のパンフレットですね。こちらは写真集とかカレンダーで、この中はちょっと適当なものがあって、そしてここは雑誌なんですけど、これは全部山田が表紙に出てる雑誌です。例えば一番古いのはこれ2010年の初めてのソロ表紙です。そして私が買ってる中で一番新しいソロ表紙、これです。これは今年のものです。表紙に出て始めた時から最初は全部買ったんですけど、インターネットで買ってフィンランドまで送ってもらうととても高いので全部買えないんですけど、一番好きな表紙だけを買って、日本に行く時は持ってない雑誌をアイドルショップとかで探して少しずつコレクションを増やしていきます。ここは山田のうちわが置いてあります。そしてこれは自分で作ったものです。次はこのコーナーです。これが自分で作ったんですけど、ここに気に入りとか面白いと思うとかそういう写真とか集めて、こういうのを作りました。これは全部こうやって貼ってあるから入れ替えることもできます。そしてここは大好きなあゆの写真です。適当に置いてあるものがあるんですけど、ここはまたジャンプのグッズがあって、そしてこれは肩が痛い時これを温めて肩にのせるもので、これは日本にはあるかな。これも肩痛い時使えます。こうやって肩を痛い時はこうやってとても気に入りものです。ベッドの上に山田のポスターがあって、この写真はすごい大好きで、起きてすぐ見えるから元気になります。そしてぬいぐるみなんですけど、これは IKEA で買ったサメちゃんで、とても可愛いですね。パウレと呼ばれてます。これは多分8歳の時お父さんが買ってくれたものなんですけど、もうお年寄りだとってわかりますよね。ちょっと残念なアヒルちゃんなんです。そしてここは怠け者ちゃんです。こんにちは。かわいいですね。
そしてここはいいよなんですけど、大好きなキャラクターです。このベッドは結構大きくてとても高かったんですけど、このベッドはとても背中にいいように作られたからとてもいいベッドです。とても柔らかいし大きいし大好きです。ここに寝ちゃいそう。はい、私の部屋はこんな感じですけど、どう思いますか？何か見せてないところとか興味あるところとか、それか何かをもっと詳しく知りたいとか、そういうのがあればぜひコメントで書いてください。そして部屋が良かったねと思ったならグッドボタンもよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。